風邪がなかなか治らないのか鼻水が続いている、寝ている時に鼻が詰まって呼吸がしづらい、そんな症状が続くのは副鼻腔炎や蓄膿症かもしれません。1、2、戻してポンポンポン、たったこれだけです。門下生の皆さん、ようこそ。山内です。このチャンネルでは私が長年研究開発した生態テクニック、手技を習熟度ごとに門下生のみんなに伝授していきます。今回は長引く鼻水、鼻詰まりを解消する山内流セルフ生態、腸脛骨のファシアリリースを伝授していきます。風邪がなかなか治らないのか鼻水が続いている、寝ている時に鼻が詰まって呼吸がしづらい、ドロッとした鼻水が奥で垂れる、そんな症状が続くのは副鼻腔炎や蓄膿症かもしれません。私が一番心配しているのはこの副鼻腔炎や蓄膿症が私たちの生活の質を大きく下げてしまう病気であるっていうことなんです。特にね、この症状が継続していても命に関わるわけではないので、私たちはね、放置してしまいがちですよね。しかしそうやって放置して症状が慢性化してしまうと、1、口呼吸による睡眠時無呼吸症候群に、2、高血圧や日中の睡眠不足に、結果脳血管障害や心筋梗塞など重大な疾患につながりかねないので注意が必要です。そこで今回のセルフ生態で鼻詰まりの症状を和らげて、日々ね、気持ちよく呼吸をして楽しく生活できるようにしていきましょう。中級編では誰もが簡単に真似をできる胸骨のね、ファシアリリースをお伝えしました。今回はいよいよ上級編です。中級編よりも難易度は高まりますが、その分効果が期待できますからね。この長引く鼻詰まりは腸脛骨の閉塞が主な原因となっています。腸脛骨っていうのはね、こうやって頭の底にあるこの黄色の部分ですね。そしてこの鼻の奥の方に存在して、このね、副鼻腔を形成しています。副鼻腔っていうのはね、イラストにもあるように頭の骨の中でも歯骨、そして腸脛骨、そして前頭骨、そして上顎骨によって構成されています。これらのね、骨っていうのは生まれた時からね、ミルフィーユ状の空洞を作り続けてきてね、鼻から吸い込んだ外敵にフィルターをかけて体内への侵入をね、防いでくれています。ですがね、鼻奥で感じる鼻の詰まりや後鼻漏とか、あと鼻の奥の方が痛いっていうタイプの蓄膿症では、このね、鼻奥に存在する腸脛骨の空洞が詰まっている可能性が高いんですね。今回はね、それに対してこのセルフ生態では1つ目、腸脛骨の空洞の流れを再開させます。2、副鼻腔全体のフィルター機能を最大化。3、結果鼻詰まりが解消して心地よい呼吸を獲得できるっていうわけなんですね。もちろんこの季節、私自身の最大の敵でもある花粉症対策にももってこいですからね。それでは早速やっていきます。ここでね、今回お伝えする腸脛骨のファシアリリース、この黄色の部分の腸脛骨っていうのは、これご覧になっても分かる通り、外からはね、触れない骨になってるんですね。ですので、いかにこの腸脛骨にいい刺激を与えられるかが重要になってくるので、それをね、可能にする刺激ポイントっていうのをご紹介していきます。まずね、こうやって両手を垂らしてください。そして手の背面、甲側で鼻の骨ですね。鼻の骨をこうやって軽く触りましょう。触れる程度でこんな感じですね。そして左手も薬指付近のこの手の甲で、耳の後ろのこの突起、ここですね、をこうやって触れましょう。こんな感じです。こうすることによって、この尾骨と乳葉突起で結んだ線に腸脛骨があるので、いい刺激を与えられることができるんですね。それで1つ目である尾骨を触れて、乳葉突起を触れたら、こっから2秒かけて閉じて、2秒かけて戻す。この運動を2回行います。そして次はポンポンポンって振動させてあげましょう。
そうすると閉じたり開いたりすることによって腸脛骨周りのセンサーが働いて、今ね筋肉がどんな位置にいるんだよっていう情報を脳に届けてくれます。そしてファンファンファンってすることによって頭周りの運動、どんな位置の変化が起こっているのかっていうのを脳に届けてくれるので、この運動を一緒にやっていきましょう。それではいきますよ。まずは右手の甲、薬指付近を右のこの尾骨の右側にセットしてください。そして左手は左手の甲、耳の後ろの乳頭突起。そしてこのまま2秒かけて閉じる行為を2回行いますよ。では行きましょう。1、2、戻して、1、2、戻して、最後にワンワンワン。なんかもうこれ近い、すっきりしますよね。それでは反対です。左手の甲の薬指ら辺を左のこの尾骨のこの辺で、そして右手の薬指の甲を右の耳の後ろの乳頭突起、この辺ですね。この状態で1、2戻して、1、2戻して、最後にワンワンワン。たったこれだけです。めちゃくちゃ簡単ですよね。私自身ね、本当にこれからの時期花粉症と戦わなくてはいけないので、必ずね毎朝、そして寝る前、このセルフセーターをやって花粉症予防をね徹底的に行っています。このストレッチのポイントはたった一つです。逆にねこれを逃してしまうと全く効果がなくなってしまうので気をつけてください。そのポイントっていうのは、手の甲をね、手首をこうやって垂らしてこうやって行うってことです。いいですか？こうすると本当に腸脛骨の周りのセンサーが働いてくれます。これがね、指でゴリゴリにやると筋肉の収縮が働いてしまって、うまく腸脛骨に操作のね刺激が伝播しません。ですので手首を垂らしてこの状態でやるっていうことが何よりもの秘訣です。毎日たった20秒続けることが健康への秘訣ですからね。いかがでしたでしょうか？初級、中級の動画をまだ見ていない門下生のみんなは概要欄をチェックしてくださいね。今回の動画で少しでも鼻水、鼻詰まりが改善したよっていう門下生のみんなは高評価、そしてコメントをどんどんください。そしてこれから私と一緒に花粉症と戦っていきましょう。